猫と日本語。猫和日语 Cats and Japanese. 初級の文系。Sentence patterns for beginners. 私は毎日歯を磨きます。I brush my teeth every day. 皆さん、こんにちは。さくらです。僕は猫です。一緒に文系を勉強しましょう。今日から動詞を使った文を勉強します。今後、日本語の勉強を続けていく上で、必ず理解してほしいことを説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは本気で日本語を勉強したい人に向けたチャンネルです。僕と一緒に勉強しましょう。例文もたくさん紹介します。授業の後に宿題をしてくださいね。フレーズも練習してください。チャンネル登録といいねもうお願いします。文系の紹介。私は毎日歯を磨きます。私は明日7時に起きます。基本の例文。私は毎日歯を磨きます。I brush my teeth every day. 私は明日7時に起きます。I will wake up at 7 tomorrow. これらの文系の意味や表現できること、習慣について話せるようになります。未来について話せるようになります。品詞の説明。私は毎日歯を磨きます。I brush my teeth every day. 私これは認証代名詞です。は主題を表す副助詞です。毎日名詞です。歯名詞です。をこれは動作の対象を示す助詞です。磨きます。これは動詞です。磨くという動詞がます系という形に活用しています。ます。これは助動詞です。動詞の語幹の後ろについて文章を丁寧な言い回しにします。私は明日7時に起きます。I will wake up at 7 tomorrow. 私これは認証代名詞です。は主題を表す副助詞です。明日名詞です。7これは数字です。時これは時刻を表す助数詞です。にこれは助詞です。格助詞という助詞です。起きます。これは動詞です。起きるという動詞がます系という形に活用しています。ますこれは助動詞です。動詞の語幹の後ろについて文章を丁寧な言い回しにします。日本語の動詞と活用形についてこちらの動詞を紹介します。 Get out of bed. 起きる、起きます。日本語の動詞の後ろに動詞や補助動詞などがつくと動詞の語尾が変化します。このように動詞などの語尾が変化することを活用と言います。この番組では動詞を紹介するとき辞書形とマス形という形の2つを紹介します。起きる、起きます。起きる、起きます。こちらの2つの動詞の形にはどんな違いがありますか？この2つの動詞は丁寧さが違います。起きる、こちらは動詞の辞書形という形です。辞書形は活用がある品詞の原型のことです。辞書形はカジュアルな言い回しに使う形です。活用のある品詞の中でカジュアルな文体で使用される形を普通形と呼びます。活用の観点からは辞書形、文体の観点からは普通形ということですね。起きますは起きるという動詞にますという助動詞がついたものです。動詞にますがつくと文章全体が丁寧な言い回しになります。活用のある品詞の中で礼儀正しい文体で使用される形を丁寧形と呼びます。動詞の後ろに助動詞ますがついたものをます形と言います。辞書形とマス形が表す時間。 Brush. 磨く、磨きます。 Brush. 磨きます。磨く。辞書形とマス形は現在、未来、普遍の真理を表します。現在を表します。 Will brush. 磨きます。磨く。未来を表します。同じ形なのに現在も表すし未来も表すのですか？そうなんです。現在のことを話しているか
未来のことを話しているか、どのように判断するのですか？例文をお願いします。I brush my teeth every day. 私は毎日歯を磨きます。この文章は現在のことを話しています。毎日の習慣のことを言っているのですね。はい。毎日は名詞です。名詞なのですが、ここでは副詞のような役割をしています。未来を表す辞書形、マス形の例文もお願いします。わかりました。I will wake up at 7 o'clock tomorrow. 私は明日7時に起きます。明日という言葉がついているので未来を表しているのがわかります。それでは、こちらの文は現在と未来どちらを表していると思いますか？ I am off on Monday. I will be off on Monday. 私は月曜日に休みます。どちらとも取れると思います。そうですね。この文の中の月曜日が毎週の月曜日のことを言っているのか、これから来る月曜日を言っているのかが、この文章の情報だけではわからないからです。はっきりと時間や時期を表す単語が文中にない場合は、時間の設定を文脈で判断しましょう。副詞。副詞とは、他の言葉を詳しく説明する役割を持つ語です。ある言葉がある言葉を説明することを修飾すると言います。副詞は名詞以外を修飾する語です。副詞にはどんなものがありますか？では、いくつか副詞を紹介します。頻繁に行われているという意味です。Always. いつも、ある時間を置いて繰り返されることを言います。Sometimes. 時々。I always wake up at 7 o'clock. 私はいつも7時に起きます。日本語では副詞は修飾する言葉の前の方に置かれます。水色でマーキングされたところが修飾される言葉です。この文章では動詞が修飾されているのですね。正解です。ちなみに7時にも動詞を修飾しています。自動詞と他動詞。自動詞の説明をします。起きるは自動詞です。自動詞とは主語が自らの意思や行為によって動作を行い、その結果を自身で受ける動詞です。自動詞には様々な動詞があります。例えば、歩く、走る、泳ぐなどです。Walk. 歩く、歩きます。Run. 走る、走ります。 Swim. 泳ぐ、泳ぎます。歩いたり走ったり泳いだりすることは道具がなくてもできることですね。主語の動きだけで行動が完結しています。他動詞の説明をします。Wash. 洗う、洗います。洗うは他動詞です。他動詞は主語が他の対象に対して動作を行う動詞です。他動詞は他の人や物を必要とし、主語の意思や行為によって他の対象に動作や変化を起こします。他動詞には様々な動詞があります。例えば、磨く、作る、洗うなどです。Brush. 磨く、磨きます。 Make. 作る、作ります。 Wash. 洗う、洗います。他動詞と格助詞を。他動詞には行動の影響を及ぼす対象となる人や物が必要だということでした。他動詞に関係が深いのは格助詞をです。格助詞をについて教えてください。をは他動詞の影響を直接受けるものや人を示す格助詞です。をは自動詞につく時もあります。詳しくはこちらの番組をご覧ください。説明を聞いてください。対象。動作の対象。をは行動の直接的な目的語を示します。リンゴ Apple. を食べます。 Eat. リンゴを食べます。 I eat an apple. リンゴを食べるとリンゴはなくなります。リンゴは行動の影響を受けています。をの前のリンゴ
という名詞が食べますという動詞の直接目的語ということです。例文を読みます。 I wash my face every morning. 毎朝顔を洗います。I make breakfast at 8 o'clock. 私は8時に朝ごはんを作ります。Ricardo runs every day. リカルドさんは毎日走ります。I go to bed at 9 o'clock. 私は9時に寝ます。これで今日の授業は終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねもうよろしくお願いします。またお会いできることを楽しみにしています。さようなら。また会いましょう。